私は足の専門家の立場から足の指を鍛える必要はないと考えています。その理由を徹底解説。皆さんこんにちは。日本で活動する足の専門家中島武史です。私がどんな活動しているかっていうのを気になる方は翻訳付きで下の概要欄にありますので、よかったらこちらご覧くださいね。今回の動画は足の指を鍛えましょうっていう人たちって結構おられるんですけど、私は現場を持ってて実際に改善いろいろしている立場から言うと、足の指を鍛える必要はないと考えてるんですよね。で、それはなぜなのかということをちょっと解説したいんですけれども、先に端的に言っておくと、鍛えなくても足の指に力を入れる方法はあるからということなんですよね。言い方変えたら、力を発揮できてないだけで鍛えるよりまず先に力発揮させましょうよっていうふうな考え方なんですよね。そのあたりを詳細に説明します。では内容です。まず、足の指はなぜ鍛える必要がないのかですね。で、どうすればいいのか。この動画をご覧になることであなたは足の指を鍛える必要がない理由を明確に理解することができるようになります。私は足の専門家であると同時に歩行指導や動作改善の専門家でもあります。できれば世の中、世界中に正しい足の健康情報を通じて健康な人を増やしたいなと思って YouTube を始めたんですが、 YouTube の動画が拡散されるかどうかは皆さんが押してくださる高評価ボタンやチャンネル登録者数でそういうのが決まってくるみたいなんですね。ですから、もしもこの動画を見てて役立つなとか多くの人が知ったらいいのになと思っていただいた方は、チャンネル登録やコメントなんかも書いていただいたりするとすごくありがたいですね。よろしくお願いいたします。まず、なぜ足の指を鍛える必要がないと思ってるのかですけど、よく世の中では足の指のトレーニングでタオルつかみとかね、タオルギャザーって言ったりしますけど、こんなんをしましょうっていうのとか、あとはこれは本当はふくらはぎのトレーニングでもあるんですけど、足のかかとを持ち上げてこういう風にするトレーニングやりましょうとかっていう人たちいっぱいいますよね。指って鍛えた方がいいですよ。長縮筋とかこの筋力あった方がいいですよ。鍛えた方がいいですよという人がいます。実際にテレビコマーシャルなんかでもやってるんでね、ここ鍛えるっていうのね。で、私それらはいらないし、やる必要がない。もっと先にやることがあるだろうという風な考え方のスタンスなんですね。で、それはなぜかというのをちょっと解説していきたいんですけど、まずその指を鍛えないといけないという方は、もしくは鍛えた方がいいという方は、指の力が足りてないって考えてるから鍛えましょうという話ですね。十分であればもう鍛える必要ないですからね。足の指の力をもっと必要だと思ってらっしゃるからそう言うと思うんですけど、ただそういうふうに言う人たちが先にちょっと理解されてるのかなと僕は思っちゃうのが、足の指って力の入る形と入らない形があって、その力の入る形で使ってるかどうかを先チェックするのがいりますよ。それを見て、それでも足りなかったら鍛えたらいいけど、それを考えずに力の入らない使い方をしてて鍛えましょうと言ってたら、それはちょっと順番違うんちゃうのっていうのが私の言いたいことなんですよね。今説明で出てきた足の指に力入りやすい形とか入りにくい形というのは、そもそも足の形というのは2種類歩く時に使ってて、これ他の動画でもこの動画で解説してるんですよね、詳しくはね。普通は足の指っていうのはこう立体になってて、土踏まずがあって指がこう降りてきてるこの形ですね。土踏まずが上がった分指が降りてきてる、こうやって骨が締まったこの形、写真でいうとこの形ですね。この形で歩くのがメインなんです。で、この形のことを何というかというと、日本語では海外と言います。英語で言うとスピネーションというふうな形です。ただこの足の形だけで歩くと、着地の時の衝撃が直通で上がってきちゃうんですね。足がしっかり硬く組み上がりすぎてて。で、そうすると膝や腰の方に歩く時の衝撃がガツンガツンといくから、着地の瞬間だけ足はここで足の甲とかで衝撃が吸収できるように、着地の時だけ骨がばらけてふにゃーんとなるようになったんですよ。このふにゃーんでここで衝撃を抜いてくれるんですよね。で、このふにゃーんの形が何というかというと、日本語で言うと界内、英語で言うとプロネーションって言います。だから足はこれとこれを繰り返して歩いてるんですよね。普通これ着地これ、普通これ着地これ。これが足の基礎中の基礎の話なんです。で、プロネーションの形っていうのは見てもらったら分かるんですけど、足がフラット、土踏まずが潰れた分だけ指もフラットになっている状態。指が本当に言ったら立体になって降りていると力が入りやすいわけです。でもこの形になると、こうフラットになると浮いてるから力を入れにくいわけですね。こうなってる人方がそれは力入りますよね。で、ここだけじゃなくて、この骨の形もう一回見てもらったら、足の甲も骨が緩んでしまうと、それは力の伝わり悪いわけです。これ衝撃吸収用の足だから。で、それに対してこうやって締まった状態で降りてたら力入るのに、もしもこの形、プロネーションのままで歩いてしまってたら、そもそも力が入らないような形で歩いちゃってるっていうことになるわけですよね。で、その状態で歩いてる人たちのことを何というかと症状で言うと、オーバープロネーション。
過剰介内っていうわけです。だからオーバープロネーションの人はそれは力入らないんですよ。グラグラなんですよ。ただその人は鍛えるより先にこのオーバープロネーション自体をやめないと力入る形にならないですよね。だから箸の持ち方で例えて言ったら箸、日本人だから箸なんですけど、外国でこれ見てる方は箸って何やって話かもしれないですけど、正しいフォームの話で考えてくださいね。箸ってこういうふうに持つわけですけど、このフォームで持っててもしも物がつまむのに力が足りなかったら鍛えたらいいわけですよね。ただこんな持ち方を例えばしててね、これで箸で持つの力いるわって言ってたら、いやさっきフォーム直しやっていう話になりますよね。でもこのフォームで持たれへんって言ってたら、これでこういう風にトレーニングしたらもっと持てるようになるよとかっていうのは、いやそれちゃうやん順番がってなりますよね。私の意見ではそういうことなんです。だからオーバープロネーションになってるかなってないかをちゃんとチェックしてて、実際にオーバープロネーションをやめて歩くとめちゃめちゃ力が入るのでね。だからそれを先にやって検証してるかどうかっていう話だと思うんですね。だからプロネーションとスピネーションのことをチェックして、そのことをちゃんと理解して検証してる人しか足の指をもっと鍛えた方がいいかどうかっていうのは分からないはずだし、それを言う資格もないと僕は考えてるんですね。でこの辺の骨格構造上でどういうふうに使うべきっていう学問を生体構造力学バイオメカニクスっていうんですよね。で私もかじっただけですけれども、その辺は頭に入れていろんなものを組み立てて話してたりとか実証してるわけですよね。だから私の場合はそれを全部検証した上で歩き方を組み立てて、ゆるかか歩きというのを提唱してて、で足の方はむしろ力を入れないようにさせる指導をしてて、で直してるんですけど、その直してるのもじゃあほんまに直してんのっていう話になるから、きっちりその大学病院で測定するような機械でその記録残していってるんですよね。でそれが私のところだけで2000以上あるんですね。公開していいよと言われてるやつだけで。ちなみにこのデータって専門家の人が見て、このデータすごいですね。でこのデータって病院でもしもこんだけのデータ集めてくださいねってお願いしたら億かかりますよって言われるんですよね。それぐらいの価値のあるものだから、それぐらいやっぱり残してるって評価がされるわけですけれども、そういうのを私積み上げてきてるから自信持って言えるわけですよね。鍛える必要ないよと。だからその専門家の人たちとか企業の人たちも納得してもらえるのはそういう話ですね。だからもしもそれに異論があるという人は、そういうデータを集めて僕と照らし合わせて、じゃあ今からそのどっちがほんまやろなっていう話をしようかやったら話になるんですけど、そのデータもなしでいや僕はこう思うんですよって言われてもっていうところになっちゃうわけですよね。でも今の話でそれはなんとなく分かったけど、でも鍛えないよりは鍛えた方がいいですよねって言われたりするんですけど、それもちょっとちゃうんですよね。なぜかというと、足の指をトレーニングすればするほど足の指の方で歩く癖になっちゃうんですよ。要するにこういうふうに書くように歩いたり前に頼って歩くようになるんですね。で足の指を頼って歩くのってよろしくないんですよ。なぜかというと、足の指とか前の方に荷重してここを使って歩くと体どんどん前傾するんです。人間の体の真下ってかかとだから、歩くときはかかとで歩くもんなんですね。でそれに対して前の方を使うと荷重が前に行くんです。で荷重が前になると構造上もかかとの方が強いのに、常時前を使うと前の方っていうのはもともと弱い構造やからすごく負担がかかる。しかも歩き方がどんどん前傾になって、そうすると前のめりの歩き方になります。前のめりになればなるほど足って出にくくなるんですよね。なんか前のめりの方がツツツと前行けそうな気するかもしれないですけど、前行っていうのは体だけです。足は実際出にくいわけです。体が後ろに残ってる方が足は出やすいわけです。荷重してないからね。だから前のめりになればなるほど足の疾患は増えるんです。この辺も全部私は検証しているところですね。だから前のめりの歩き方をやめさせたらどれぐらいの足の横幅が縮んで開腸側が治って何週間でどれぐらい治るっていうところまで全部データ取ってて、でそれをしかも今回の場合は私今企業さんと一緒にやってるんですけど、その企業がデータをそれ取ってるんでね。だから指は鍛えれば鍛えるほど前のめりになっちゃうから、鍛えないよりはいいよっていうのも言いにくいんですよね。ではどうすればいいのかですけど、まず歩き方の問題、荷重の仕方とか足の使い方の問題だっていう認識がいるわけですね。でそれに対してじゃあやってみると。でそれでも足りないというのが明確にあったらそこから鍛えたらいいわけです、指とかはね。ただこれアスリートとかはまた別の話になるんでね、アスリートとかは普通に歩くよりもっとパワーがいったりするから、それはまた別の話になるけれども、普通の一般の人はまず足の使い方が正しいかどうか、それをきっちりできて、それでもぐらついたり足りなかったら指を鍛えにかかったらいいということです。ほとんどないですけどね、私が今までやってきた経験で。でもしも指を鍛えないといけないケースでも、歩く時には前の荷重にならないように、それはそれでちゃんと指導して、そこは分けてやることがすごく重要ですよね。いかがでしょうか。
ですからまず先にやることがあるということです。先に足のその仕組み、これが分かってる人がそれを言ってるんであればまだ話はいいんですよね。分かってて、しかもそれを比べてみたり実証してる人であればね、実際にさっき言ったプロネーションの形で横から押されるのとスピネーションの形で横から押されるのとも力の入り具合全然違うんですよ。足の指ってこんなにちゃんと力入んねんなっていう感じになるのでね。だからまずそこの問題だと思っていただいたらいいんじゃないでしょうか。